はい、皆さんこんにちは。リジェクトロトジの時々でございます。本日はワールドウォーリアー、4の、結果報告と振り返りとなっております。まずはワールドウォーリアーとは何ぞやというところなんですが、5回のポイント大会が行われ、順位に応じたポイントを獲得していきます。5大会の合計ポイントが高かったプレイヤー、こちらはですね、なんと賞金100万ドルのカプコンカップに出場することができます。それだけではなくてですね、5大会中成績の良かった3大会の合計ポイント、それの上位8名はワールドウォーリアーの決勝大会というものに進出することができて、その優勝者はそれまたカプコンカップ出場権獲得となっております。でね、海外を、回りまくって、高ポイントゲット者は、これまたカプコンカップに出れるのですが、僕は、6人選ばれるところ8位だったため、もうこのワールドウォーリアーしかございません。なのでですね、なんとしてもこのワールドウォーリアー頑張っていきたいところでありますが、今回はどのような感じだったのか時系列で振り返っていきましょう。で、今回はですね、もろもろありまして、最初から、全部 JP を使ってやろうということで、行かせていただきました。なのでもう対戦相手問わずね、JP でやらせていただくと。初戦、1回戦を上がってきた、メンさんのジュリの方に、勝利。そして次、モダンキャミーの木崎さん。この方ね、多分ランクまでいつか当たったことあるんだよな。そこも、勝ちまして、そして次、こちらがですね、モダンチュンリー使いの、知る人ぞ知るファイティングフェニックスさんだと思ったんですが、なんとこの方、最近ね、クラシックバイパーも使ってきて、クラシックバイパーでの対戦となりました。僕ね、結構JP でクラシックバイパーと対戦積んでて、まあ自信もあることもあり、こちらも勝つことができました。そして4回戦がシオンさん、剣の方で、剣 JP、紆余曲折ありながら、なんとかね、JP で剣は今のところ勝ててるのかな。剣のペースになるとね、厄介だなと思ったりもしながら、今回は、終始 JP のペースで運ぶことができました。で、そしてプール決勝ですかね、芥川さん、これね、マノンで、ランクマでもしばしば当たるんですが、あんまりね、勝率が良くないのかなと思いながら戦わせてもらったんですが、お互い細かいミスはそこそこあったんですが、JP のいいところが出て、芥川さんに見事、勝利することができました。スコアは 2-1 でしたが、でこれでプール抜けと。で抜けた先にいたのが、ここにいたのがね、サハラくんだったんですわ。サハラはね、もうカプコンカップの出場を決めているし、なんならこのワールドウォーリアーでもかなり、ポイントを70点もゲットしてたのかな。そこで当たったんですが、正直、今ね、リジェクト部屋でも結構ね、同戦できてはいるんですが、サハラの壁は高かったということで、0-2 で敗北。ここからね、ルーザーズに回るわけであります。そしてルーザーズで、一番最初に当たった相手は、もちさんとかが来るのかなと思ったんだけど、僕のところにたどり着いてきたのは、九重さんというジュリの方でしたね。ジュリ JP は、デンさんとかに結構揉んでもらってるんで、なんとか、人気で勝利することができ、バチャボーが上がってきの、マチャさんはね、今、SFL が終わってからなんだろうけど、結構ね、マイの方を使ってるみたいで、マイで、の対戦となりました。JP 前ね、勝てるときは勝てるし、負けるときはひどい負け方するんですが、対戦経験詰めてるんで、JP のいいところを押し付けることができまして、こちらも勝つことができて、そして、当たったが、スカーズ流星、こちら同キャラ対決となります。同キャラね、JP はランクもやってるとかなりの頻度で当たりますし、なんならランクまでもね、武さんとかとも当たって、
JP 戦はそこそこできてるから、あるいはと思ったんですが、流星のね、壁は高かったということで、最後の3試合目はあんまりいいところなくやられてしまったね。流星の連携の力強さと、あとはね、やっぱり参考にできるところは本当にたくさんあるので、またね、引き続き、お願いできればなと思います。そんな感じで、今回のワールドウォーリアーは17位、5ポイントゲットでございます。そして今回の、上位入賞プレイヤーなんですが、またやはりね、サハラ強いね。ワールドウォーリアー3でも優勝、4でも優勝ということで、誰が止めんのこの男。で、2位は川野。これ、あれだね、2人とももうカプコンカップ出場権はゲットしてるので、この1位の50点と2位の40点が丸々消える形となり、これは大激戦ですね。日本のワールドウォーリアーは。上位入賞キャラで言うと、キャラクターはやっぱりこのゲームはばらけますよね。2先でのトーナメントということもあって、トップ8で被ってるキャラは1人も、ギリギリエレナかぶりまさかの。カロさんという新しい方というか、これ若手のプレイヤーでしょうね。が、5位でいろんなキャラ使う人みたいですけれども、25点ゲット。で、ドグラも25点ゲットということは、ちょっと累計ポイントの方に行ってみましょうか。累計ポイント出ております。こちらとなっております。ドン！ドグラが金著と並んで70点なんですが、このワールドウォーリアーは、1回で獲得した点数が高い方が、累計ポイントで並んだ時有利ということがありますので、ドグラはワールドウォーリアー1で、2位で40点取っているため、金著さんと並んだ時に有利となっております。で、ドグラが、現在、カプコンカップ、まだ持ってない人の中では1位ということでね、ワールドウォーリアー5回目の大会が、一体どうなってしまうのか。今のところ、ワールドウォーリアー決勝大会、8人トーナメントに参加できるボーダーは39点となってますね。ただこれ、今までの傾向で考えると、50点ちょいあれば、最後のワールドウォーリアー決勝大会には出れそうですね。てか、今0点の人も最後優勝すればワンチャン、そのトップ8にはいける可能性が十分にあるので、ワールドウォーリアー第5回もみんながね、エントリーすると思うんで、また大変だと思います。はい。そして、我らが時戸さんは5ポイントゲッツして累計11ポイント。順位で言うと44位となっております。こっから8位まで。これプレミア大会でもこんな状況だったな。最後の大会かなり上位までいかないと引っかからないという。だから今僕11点あるんで、多分次回は2位だね。ワールドウォーリアーで2位を取れば決勝大会には出れるが、ワールドウォーリアーの。ただ、今回の結果を受けて、最後優勝してもドグラ金著は抜けないため、累計ポイント1位は、狙えなくなったと。なので、なんとしてもね、8位以内に、8位というか1位を除くから9位以内に入って、最後の決勝大会、つなぎたいと思います。ワールドウォーリアー大会の第5回は1月の11日の日曜日となっております。こちらね、もうエントリーの方は僕は済ませてますし、もうね、エントリーの方できるみたいなので、皆さん、最後の第5回もね、1位取れば決勝大会に進むことができると思いますので、エントリーはお早めに。はい。それでは本日はこの辺で。また